ハロー、ナマステ、こんにちは、あやかです。今日は何をするかというと、日本のネットフリックスで見れるインド映画を5つ紹介していきたいと思います。イエーイ。いいですね。ちょっと固まった時間が取れるようになってきたので、またインド映画を結構見漁っておりますので、それを皆さんにシェアをしていけたらなと思います。ただですね、多分字幕の問題もあって見れる映画がすごい限りがあるんですけど、その中で私的にですね、面白かったなって思う映画を5つご紹介していけたらなと思います。では Let's get started。 1つ目、勇者再び巡り合うという映画になっております。主演はシャルークカンとカジェル、あとバルーンダワンとクリティシャノンのこの4名の俳優さんが出ております。内容的にはシャルークカンとカジュル、この若い時にですね2人が恋に落ちるんですが、敵対してるマフィア同士だったわけなんですね。ここでちょっとありきたりな内容はちょっと想像はできると思うんですが、そこで結ばれなかったと。数年後、弟とですね、それぞれの弟と妹が恋に落ちて、そこでまた姉たちも再び出会ってしまうっていうお話になっております。なので結構内容的にはシンプルっちゃシンプル、ラブコメ兼ちょっとアクション映画っていう感じですかね。ただ私的にはシャルクカンとカジュルが結構何回も共演されてるこのペアなんですけど、その過去の作品で口々ホタヘっていう映画を前に見たんですけど、その2人が超可愛い。そうだから、その2人がもう出てるだけで私はハッピーみたいな感じなんですけど、そうでこの映画の中にも、ある曲があって、ガルワっていう曲なんですけど、またそのビデオがシーンがすごい綺麗なんですね。アイスランドだったかなで撮影されてるんですけど、すごい極寒のサリーを着て、でちょっと湖が分かんないんですけどっていう中に入って撮影して、めっちゃ寒そうなんですけど、すごいお金も歴代結構何位ぐらいちょっと忘れちゃったんですけど、結構お金がかかってるミュージックビデオになってて、そのビハインドだしもめちゃめちゃ可愛いので、どうやってそんな極寒の中撮影してるかなんていうのもちょっと見ながら、またミュージックビデオを見て映画を見てもらえると楽しんでいただけるかなと思います。2つ目、次はルドです。ルドっていうゲームに見立てて 4名の男性の人生が交差していくっていうゲームじゃないっていうお話になっております。その中の一人が私の超大好きな俳優さん、アディティア・ロイ・カプールという俳優さんなんですけど、もうマッチョで身長が高くて超イケメンな俳優さんも出ておりますので、そこチェックしてみてください。彼はちなみにセックステープが流出してしまって、その流出源を探す旅に出るっていう役になってます。その他にも私が結構一押しの人は、もともとすごいヤクザマフィアみたいな人で刑務所に入ってしまって、で刑期を終えて出てくるんですけど、家族に見捨てられて一人ぼっちっていうところである少女と出会っていくっていうストーリーなんですけど、その2人のねやり取りがすっごい可愛いんですよね。そこもよかったら見てみてください。内容的には結構サスペンス兼ちょっとファニーみたいな、クスクス系のファニーなんですけど、あと結構インド映画あるあるで、こんなこと起きるわけないやろっていうのがたくさん起きるので、そこをおのおの突っ込んでもらえたらなと思います。キーとなる音楽があって、その音がすごい愉快なんですけど、ちょっとミステリアスな感じだったりとか、ゾクゾクするような感じだったりとかっていう曲が一つあるので、皆さんそれをちょっと探してみてください。多分すぐわかると思います。この曲を聴くと何ってなるので、そこも楽しみいただけたらなと思います。3つ目はダンガルという映画になってます。ダンガル
きっと強くなるだかな。本題名はきっとなんとかなんとかっていうのがすごく好きですよね。これもその中の一つなんですが、内容としてはレスリングが好きな男性がいたんですけど、自分も金メダリストになりたかったんですけど、生活のためにですね選手で続けることは諦めて、コーチをしたりとかで生計を組んでいくんですね。で次自分が金メダリストになるっていう夢を諦めて、自分の息子が生まれた時に自分の夢を継いでもらいたいっていうものを考えていたんですが、生まれてくる子たちは全員女の子っていう悲しいあれだったんですけど、でただある時にですね、その長女と次女がその男の子たちと喧嘩をしてしまったんですね。でその時にこの子たち女の子やけどセンスあるなっていうところで、突然この女の子2人をレスラーに育てていることをお父さんは決意してしまうんですね。で突然そのレスリングのトレーニングをさせられていく女の子2人たちなんですが、思春期の女の子たちは急に髪の毛を切られ、男の子の格好みたいなのをし、朝からもランニングしてね、好きなものを食べれないという生活に変わっていくんですけど、その娘たちとお父さんの人生を描いたっていうような映画になってます。私の結構好きなシーンはレスリングのその練習が始まる前にパニプリを好きなだけ食べろ、もう最後だって言って食べさせられてるところがすごく印象的なのと、あとは多分日本でもいきなりね、やっぱ髪の毛をね、やっぱ女の子の固定概念ってあると思うんですけど、多分インドではさらにだと思うんですね。その中でショートカットにしないといけなかったり、男の子みたいな格好をしないといけなかったり、普通のこれこそが女の子っていうものをできなくなってしまうっていうのはすごい印象的で、やっぱり周りの目っていうのもちょっとからかわれたりとかしていくっていうところのシーンがね、すごく多分女の子2人としても葛藤はあったと思うし、ただどんどんそこが変わっていくっていうのがですね、すごい見ものっていうところを見てほしいですし、とにかくお父さんと娘たちのこの関係性っていうところを着目していってほしいかなと思います。めっちゃ感動します。子供時代のお姉ちゃん役をしたザイラ・ワシムちゃんっていう女優さんがいるんですね。でその子が結構私的には好きで、他にも前に見たことがある映画ね、なんだっけな、シークレット・スーパースターっていう映画があるんです。それがもうめっちゃ感動します。ちょっと日本のねネットフリックスで見れるかわかんないんですけど、もうこれは私あんまり映画を2回見ることってないんですね、結構短期間になんですけど、これは2回見て2回とも号泣しました。すごい感動のお話なので見てみてください。4つ目、パッマーですね。はい、これも実はベースの映画になってます。どういう話かというと、新婚のカップルがいました。である時に旦那さんが奥さんの生理っていうことに気づいてですね、でもインドの、多分中心地ではそんなことはもうないと思うんですけど、村の方に行ってしまうと、やっぱりまだまだ生理っていうのは毛皮らしいものっていうことで5日間外で生活しないといけなかったりとか、あとはナプキンがやっぱり高価なものが多くて布を使ってるっていう生活が通常だったわけなんですね。多分まだインド全員がナプキンを使ってるっていうことは多分ないと思うんですけど、でそういう時にその旦那さんがその奥様の健康衛生面的にナプキンを使ってほしいっていう説得をするんですけど、ナプキンっていうのは超高価なものでそんなん使えるわけないやんかって言って却下されるんですね。っていうところ、じゃあ俺が作ろうってなってナプキンを開発するっていうお話なんですけど、ましてはそういうね生理っていうのを言ったら生理っていう言葉も言えないような世界で男性がナプキンを作る、ナプキンを渡すっていうのはもうどういうこと、何この変な人っていうような感じで見られて
行くんですね。でその中ですごいこう周りにからなんか変人扱いされたり、もうこの街から出ていけって追い出されたりするんですけど、そういったこう結構波乱万丈というかいろんなことが起きる中で、いやでも俺はナプキンを妻のために、インドの世の中の女性のために作るって言って成し遂げるという成し遂げた方のお話になってます。日本ではやっぱりナプキンを使うっていうのがもう常識化してる中で、なかなか考えられないなんか世界というか、なんかそうだね、昔はそうだったもんねっていうようなことを感じさせられながら、まだまだこういった地域、こういったことで困ってる人たちがいるんだと思いながら、ただこういう風に気づいてくれる優しい旦那さんがいらっしゃって、でそこで変えようとしていくっていう話がすごく心が私は動かされました。でこの演じてる俳優さんもすごく有名な方で、アクシャイ・クマールっていうサンダー・カーンの次ぐらいかなにすごく有名な俳優さんで、結構ファニー系、なんか面白いコメディな感じなんですけど、今回すごくピュアな男性を演じられてるので、そこもすごく素敵なのでよかったら見てみてください。では次、5つ目、ラストです。はい、マダム・イン・ニューヨークという映画になります。名前からして舞台は、インドもちょっとあって、ほぼほぼニューヨークなんですけど、シャシという女性がいます。子供が2人いて、男性がいて、普段は主婦をしていて、で副業みたいな感じでラズーっていうお菓子をなんか丸いお菓子を作ってる人なんですけど、家族のみんなは英語が喋れるのに自分だけが話せなくて、なんか発音だったりとか、なんかそういう話せないっていうことをちょっと家族からかわれたりバカにされたりして、ちょっとそれを悩んでるお母さんのお話になってるんですけど、ある日その姪っ子の結婚式でニューヨークにお手伝いに行くっていうので、一人だけ先に行くんですね。でそこでいろいろと奮闘される女性のお話で、個人的には留学前に私は見たかったなって思いましたね。自分的に自分の人生において勇気がすごい与えられるいい映画になってます。やればできるんだっていうのがこの映画からなんか伝わってきて、できなくなんか完璧じゃなくてもいい、やれることをやって頑張ろうっていうような感じで、すごい本当に10年前の自分に見せてあげたかったなって思う映画になってます。ただ全然留学だけじゃなくてですね、なんか新しいこと始める前とかに見るとすごい多分モチベーションアップにつながる映画かなと思うので、よかったら見てみてください。はい、っていう感じで、全部私のですね個人的な考えるのおすすめなので、多分他にこの映画微妙だったけどこれもっといい映画あるよっていうのもあったりするかもしれないんですが、綾香的なおすすめっていうところで、もしご興味があれば見てください。もしなんか他にいい映画があればコメント欄に書いてちょっとおすすめしてください。私もどんどん他のものも見ていこうと思います。ではこのビデオが良かったらグッドボタンとチャンネル登録、コメント、シェアお願いします。ではまた次の動画でバイバイ。